じゃあ推しメンいきましょう。この日本でうんなんか人気が出そうな人と韓国で人気の出そうな人で考えてて。なるほど。この子たちもね、なんかさ、日本語で今歌ってるんだけど、ちょっと顔が韓国人っぽくない？すごい最初よりも韓国人っぽい雰囲気になんか なったなって思いました。いやでもまだまだちょっと時間かかったらもっと韓国人みたいな顔になるかもしれない。メイクアップのせいかわかんないけど、すごいなんかみんな韓国人みたいに見えちゃうんだ。そういうコンセプトでいくのかなと思ったりして、多分9人の中で韓国でブレイクするんだったら誰なんだろうって思ったら俺この子だと思ったの。それって韓国人に似てるからなのかな、わかんない。あれ本能的に俺がこの子は韓国人に似てるからそうなのかなと思うのかな。私もあの子可愛いなって思いながら見てました。可愛い可愛い。だから俺が見たら多分一番なんか韓国人っぽいなんか顔だなと思って。ニジプロの番組見ながらこのまこちゃんはね、もうかっこいいと思った。なんか何でもかんでもできるようなイメージなんだよね。だから多分日本語で言うと優等生。この子は絶対優等生のイメージだなと思う。日本的には分かんない。多分日本のアイドルってなんかこう完全に作られたアイドルじゃなくて、どっちかっていうとこう育てるアイドルのイメージが強いから、なんかこうまこちゃんみたいにあまりにも完全すぎると、あんまりここまで人気ないのかなと思ったり、もちろん人気あるだろうけど、人気ありそうだけど、でもなんか番組で見た彼女のイメージはすごい優等生、憧れる、ああいう人は、リーダーっぽい。てかさ、これってリーダーいる？リーダーですよ。この人リーダーなの？はい。やっぱり見る目ある見る目あるこの子やっぱりすごい。まあリーダーっぽいよね、やっぱ、可愛いよね。はい。可愛い子。この子何歳？中2、14歳、15歳になったばっかりかな。こんな子を見ながら俺可愛いとか言っちゃダメな年なの。いやアーティストとしてね、可愛いなと思うんだけど、14か、マジか。ごめんなさい、可愛いとか言っちゃって。でも大人っぽいですよね、15歳とかに。俺中高ぐらいには見えない。なんか少なくとも高校生ぐらいには普通に見える。高2とか高3ぐらいには見える大人っぽい人だね。みひちゃんは絶対日本でブレイクすると思う。そうなの？せなちゃんが思う日本で一番ブレイクする子がみーちゃん？みひちゃん。あれ、名前みーひっていうの？みひちゃん。なんか発音しにくくない？変わってると思います。変わってるよね、名前。で、みーひでしょ？みいひ。そんな発音できないよ、みーひとか。できる？ちゃんとできる人？みいひ。できるな。めっちゃできるな。私は最初から最後までずっと永遠にみーひちゃん。そうなの？あの子はあれだよね、刃だよね。歯直しましたよ。でもさっき刃だと思ったんだけど。なんか個人レベルテストの前に歯を直してて。なるほどね。刃でも可愛かっただろうね。可愛かった。なんでだろうね。だって刃って日本人の特徴でしょ。そうなんです。だと外国人の俺が勝手に思ってるんだけど、いやでも俺日本人の刃って可愛いと思うよ。刃は僕すごい魅力だと思ってるから、別に直さなくてもよかったんじゃないと思うんだけど。でもまこちゃんも直してたからみんなで多分直してるんじゃないですかね。そうなんだ。大変だね、アイドルになるって。パクチンヨンって言うんだよ。 JYP ってさ、パクチンヨンって言うんだけど、そのパクチンヨンって俺にはすごい馴染みのある人なんだよね。もうほんと20年ぐらい今見てるから。あの人若い時も俺見てたし、今も見てて、さっきプロモーションビデオでこう出てきたら、やっぱこう馴染みのある人だから笑っちゃうんだよね。でみんなから見てさっきのシーンってどうなの？知ってるんで笑いはします。JYP ってさ、でも前はそんな有名な人じゃなかったじゃん。一応 TWICE のプロデューサーですっていうのは興味のある人だったら多分知ってたはずだけど、今回のこのニジプロの番組でもっと有名になったんじゃない？日本で有名になったのはニジプロが理由でしょうね。そうだよね。日本で有名になったんだよね。JYP ってさ、韓国ではトッコって言うんだよね。普通にみんな言いますよ、もちごりって。そうなの？日本ではもちごりって呼ぶの？
韓国でも呼んでるんですか？韓国でトッコって呼んでるの。私知らなかったです。そうなの？もちごりは知ってた？ゆうり。もちごりは知ってました。すごいな。だから今トッコって聞いて、びっくり。そうそう、トッコ。まんまやんって思って。餅のね、トックのゴリラの子ってつけて、トッコって呼ぶの。かわいい。トッコかわいいですね。トッコかわいいよね。顔がなんかね、ゴリラってよく言われて、で、あの人やっぱ大好物が餅なんで、韓国でもトッコトッコって呼ぶの。あれはでも可愛いな、もちごりって。このまやちゃんはさ、本当日本人顔なんだよね。まあ、あの人はこう見て、あ、日本人ってわかる。なんか日本人のお母さんにいそうな顔。お母さん顔なの？あの顔。なんか大人っぽくないですか？大人っぽい、大人っぽい。いや、素敵な人だと思う。でもこう多分外国人が思う日本美人のイメージなのかなっていう気はした。でも見て、あ、日本人っていう。でもお化粧が韓国風のお化粧なんだなってイメージなんで、多分ちらっと見たら、あ、韓国人なのかなって思うかもしれないけど、こう甘味してたら、日本人なんだってわかるような、そんな感じの子なんだよね。あの子もなんかスター性あるよね。そうですね。見て、あの人のオーラは、やっぱこう芸能人の家で育った人なんだなっていうのはすごいわかる。多分相当なファンがつきそうな人っていうイメージはすごいある。ここはどうなの？なんか日本とか韓国とかでいけそうな感じ？俺はどっちかというと、まあ日本が韓国でも人気あるけど、逆になんか東南アジアとかですごい人気出そう。この真ん中の子は名前何？りくちゃん。いや、俺誰がリーダーって知らなかったから、今この画面で一番最初に出てくるのがりくちゃんだったから、俺この子がリーダーになったんだと思ったの。なんかセンターだったしね。りくちゃん。私りくちゃん好きです。そうなの？かわいい。この9人だとりくちゃんなの？ゆうりは。そうですね。ごめんなさい、俺りくちゃんの名前も知らなかった。私もちゃんと一人一人言えるかって言われたらちょっと不安ですけど。りくちゃんってさ、TWICE のツイに似てない？めっちゃ似てます。でしょ？髪型とかもなんか、髪の毛のなんか、感じが似てて、そうなんだ。そう似せてるなってちょっと思いました。なるほど、そういう意図もあるのかな。なんかここのダンスがさ、日本のアイドルっぽくないよね、全く。これもう完全に韓国のアイドルじゃない？これ。でも完全に韓国のアイドルじゃないですか。まあそうだけど、でも日本人だからさ。で、一応これ所属ってどっちなの？JYP 所属なの？ JYP 所属。なるほどね。だったら別に日本のアイドルっていうわけでもないんだ。ただ日本人。日本人であるだけで、別にこれ韓国のアイドルっていう認識で正しいんだ。なるほどね。なんかこう見て日本人だけどもう完全になんか韓国アイドルなんで、なんかそれはすごい言われてました。みんな口コミとかでも急に韓国っぽくなった。やっぱこういう子たちがいるからこそ韓国と日本が仲良くなってほしいよね。こういう文化的な交流をすることでもっとお互いに興味を持って仲良くなってほしいなと思うんだけどね。ひなちゃんっていう子はなんか子もかっこいいなと思う。俺はどっちかというとこの子たちを女の子として見てなくて、なんか覚醒みたいな感じで今見てるから、どっちかというとやっぱかっこいい子たちに目がいく。なんかまこちゃんとかさ、になちゃんとか、なんかかっこよくていいよなと思う。かっこいいってこう外見っていうよりはやっぱ努力する姿とかさ、あの子はだってもう最初なんか日本語もあんまりできなかったみたいな話してたんだよね。でそれで自分で頑張って日本語も喋れるようになってみたいなこと言うから、なんか将来俺の娘もあんな感じに育ってほしいなと思ったり、もう完全親目線。みんなが見るこの子たちってやっぱ韓国のアイドルなの？そうですね。日本人なのに韓国のアイドルって感じ？それに対して、もし日本でこの子たち同じメンバーでデビューしても
JYP の中でデビューした方が売れると思う。うん、まあそりゃそうだよね。だって日本のアイドルのイメージじゃないじゃん、イメージ。そう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 。多分日本ではこういう感じで育てようとも多分思ってないし。じゃあ推しメンいきましょう。せなちゃんはみーちゃんなの。で、ゆうりはりくちゃんね。で、俺はまこちゃんなの。俺はまこちゃんと、ね、まこちゃんとあやかちゃん。2人もいるって欲張り俺。いいと思います。一人私に譲ってください。いや、1人譲る？誰に？マリアちゃん誰？私、あやかちゃんです。ああ、マリアちゃん、あやかちゃんか、マジか。わかりました。じゃあ僕は女性という目線で見てないので、じゃあリーダーを応援します。僕はマコちゃんを応援する。みゆはどう？この日本でうんなんか人気が出そうな人と韓国で人気が出そうな人で考えてて、なるほど。で日本で人気が出そうなのはやっぱミーヒちゃんあがなんかすごい可愛らしい感じーなるほどね。で、韓国だったらやっぱあやかちゃんかなって。ああ、なんかやっぱ。女優さんに、韓国の女優さんにいそうな綺麗な顔。多分もう本当10年とかね経つと女優さんとしてね、そうやっちゃってもいいかなっていう感じだよね。そうだね。韓国でやっぱいけそうな子ってやっぱあやかちゃんなのかな。マリアちゃんもみゆちゃんも。多分俺もそう思う。あやかちゃんいけるかなと思う。せなちゃんも？もう満場一致なのこれ。韓国でいけそうな子はやっぱあやかちゃん？韓国でいけそうなのはあやかちゃんですね。ゆうりもそう？そうですね。へえ。韓国でいけそう。なんなの？ただ韓国人顔だから韓国でもやっぱなんだろう、そういう頑張り度とか、なんかそういうなんだろう、レベルとか見たらまこちゃんも人気なのかな。いやまこちゃんはね、まあ本当リーダーとして尊敬する。すごいですよね。大学の教員としてさ、やっぱああいう子たちがグループ活動とかにいるとこう信じて任すことできるんだよね。ああいう子たちいるともう他の子たちちょっと大変でもまこちゃんに頼むからちゃんとやってねって言うともう絶対やってくれる子のイメージがあるから、あの子はすごいいいかなと思う。で日本だと誰？みーちゃん？みーちゃん。よりもみーちゃん？なるほどね。みゆも？はい。へえ、みんなそうなんだ。マリアちゃんも？そうなんだ。もうあんまり意見がこう割れないね。もう完全にあやかかみーちゃんね。なるほど。じゃあこの映像をうちらが1年後に見るの。で見て、うちらの予想が合ってたか合ってないかっていうのを見ながらまたゲラゲラ笑ってみましょう。海外で人気が出そうなのは、なるほど。海外で人気が出そうなのはリマちゃんかなって思うけど、リマちゃんは多分海外でいけそう。ラップ。ラップね。なるほど。リマちゃんはオーラがすごいんだもん。なんかそういうところに惹かれる人は多分リマちゃんいいって思うかも。海外ね。なんかこれからやっぱり期待されます。TWICE とこの子たちの立ち位置とかもすごく気になるし、共存していくかライバルになるか、またはどっちかがもう完全に勝つかっていうのもちょっと見てみたい。なんかコラボとかもありそうですね。いやもう全然あるでしょ。なんか数が合ってるっていうのがまた面白いんだよね。9人と9人だからさ、なんか面白いコラボいろいろできてもいいし、JYP18 とかAKB48 みたいにJYP18 とか作ればそれもそれで面白いかなと。でも俺本当にこれがきっかけでなんかこう日本と韓国がまたねお互いをもっとこう興味を持って理解しようとする、いいきっかけになってくれればいいかなと思う。文化でもうちょっとね仲良くなってほしいと思います。